こんにちは、万東です。このチャンネルでは主にキャンプや旅について取り上げています。万博期間中は万博についてもたくさん取り上げる予定なので、よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。さて、この日は5月19日の平日なんですけれども、午前9時からせっかくで予約が取れていたんですけれども、あいにくちょっと寝坊してしまいまして、今現時点で8時55分です。土日のようにバスに行列ができているってことはもうこの時間ないんですけど、それもそのはず、もうですねフェーズが変わってまして、午前9時の予約が取れた場合はもう朝一で並んでないと後で大変な思いをすることになります。バスに乗った時点での東ゲートの状態がこういう感じです。そして僕は今日は西ゲートからの入場なんですけど、ちょっと舐めてましたね。西ゲートも午前9時10分ぐらいで今この行列になってます。すぐに行けるかなと思ったんですけど、この後並んで40分かかってですね、入場ができたのはなんと午前9時58分でした。もう10時になってました。いやー、西ゲートからももう相当時間かかるようになってますね。入場してからすぐに向かったのは万博会場1当日登録端末の数が多い P の32番です。午前9時台に入ることができれば、まだこの時点で会場にいる人は少ないので、当日登録ができる可能性は大です。列に並んでいる間も予約枠はどんどん減っていくので、同時並行でスマートフォンからも予約をかけてみます。その結果、シグネチャーパビリオンの命めぐる冒険を予約することができました。命めぐる冒険は川森昌司さんがプロデュースするシグネチャーパビリオンです。体験は主に2つになっていて、 VR ゴーグルをつけて体験する超時空シアターと今回体験するアニマの2つになります。このパビリオンで目立つのは以前にも紹介した命玉ですよね。これは生物の多様性を一つの玉に表現したもので、フィギュアで有名な海洋堂さんなんかもこの制作に協力しているそうです。公式のホームページには特に記載はなかったんですけど、この玉を見ていると、この一番目立つクジラと、それからこの人を表している女性の姿ですよね。これってドローンの時に同じものが出てくるんで、この玉となんか関連してるんじゃないかなっていう気はします。待機場所の屋根の上にもこういった命玉と同じようなデザインが使われていて、こだわりを感じますね。私たちはここで命のダンスを踊ります。中に入ると薄暗い部屋に通されて、そして周りにですね薄いシートのようなものが貼られていて、そこにプロジェクションマッピングが投影されるようになってます。最初は真っ暗な中で命の気配を感じるというところから体験が始まります。アニマ、さあ、命の流れにダンスしよう。そして次に真っ暗になって、そこからどこかに向かっていくような体験をします。多分これはお母さんのお腹の中の映像というのを表現してるんじゃないかなというふうに思うんですけど、命の発生を表しているんだと思います。で、ここですよね。これもドローンで見る映像なんで、やっぱりドローンと関係あるんじゃないかなと思いますね。この細胞が分裂するやつもドローンでありますよね。そしてここから映像が佳境に入って、命の多様性を表現して最後はおしまいということになります。このあたりはですね、実際に映像を見て楽しんでみてください。これは無限メタモルフォーゼ。メタモルフォーゼとは日本語で変容や変身を意味しています。物質が循環することで命がつながる。
これを実際の実物を通して見てもらおうという企画らしいです。花が微生物に分解されていく様子をこうやって実物で展示して、目で見て感じてくださいということを表しているようです。これは生物多様性超シナプスという作品です。一つの点から発生した生物たちがこれほどたくさんの多様性を持っていますが、研究者たちはそれをどうやって見分けているかということを図に表したものです。これ見るだけでも楽しいですよね。他にも QR コードを読み込むと生物に関する簡単なクイズに挑戦できるようにもなっています。親子連れでこういうの挑戦するのも面白いですよね。ここでは超時空シアターの発想の源になった原画が展示されています。まだ僕は超時空シアター見てないんで内容はちょっとよくわからないんですが、他にもですね、命玉の原型となった玉もここに展示されています。命をめぐる冒険アニマの感想です。このアニマ、ただの映像体験ではなく聴覚や体感を通じて命の発生進化を体で体験してもらおうというプロジェクトです。一回体験した後で振り返ってみると、あれはこういう意味だったのかということが分かったりして、この映像面白いんですよね。ただの知識としてではなく体験として命を感じるというところが深いところだと思います。また外の展示を含めて謎解きをしていくことでさらに深い体験になりますし、またクイズに答えたりすることで親子で来てここで一緒にですね、命について考えるというのも面白いと思います。こういうところがですね、ただの遊びではない万博の楽しさというところですよね。外に出ると中国館クウェート館大行列になってました。後日の賑わいから比べると全然この時まだ空いてたんですけどね。そして当日登録もう一つ電力館が取れました。つい先日オープンしたアンゴラ館もこの時はまだ空いていない状態でした。さあ着いたのはですね、英国イギリス館です。何回もこの前通ってるんですけど、すごい行列でですね、なかなか見ることできなかったんですが、今日はチャンスと思って行きました。実際ですね、結果から言うとだいたい1時間でこの時は中に入ることができました。今から考えると、早く行っといてよかったですね。もう大変なことになってますよね。今列に並んでいる間はこのイングリッシュガーデンを眺めながら進むことができます。ちょっと植えてあるものもですね、やっぱ英国っぽくて、僕はあんまり植物詳しくないんですけど、多分詳しい人が見るとすごい楽しいと思います。入り口に置いてあるのはポストではありません。この英国館を案内してくれるナビゲーターのピックスくんです。英国パビリオンが皆様の想像を広げ、思い出に残る体験となりますように。それでは始まります。この導入部分ではイギリスに出張中のお父さんと、それから日本で留守番をしているメイちゃんの会話から始まります。イギリスに着いたよ。いろんなものを見て仕事もしてくる。次の部屋に向かう通路、なんかアメリカ館にも似てるんですけど、こっちは SNS でイギリスの情報を投稿みたいな感じになってて、いかにも今風ですよね。イギリスは島国だと知ってましたか？イギリスには王室があるんですよ。みんな知ってると思うんですけど、子供と一緒に来た人向けなんですかね。ここが大事な導入部分ですね。そしてピックス君が出てきます。真面目なお仕事なのに楽しそうだけどね。どうして続きがしゃないの？電池が入ってるの？聞きたいことだらけ。私はピックス、ただの積み木じゃなくて君のアイデアが形になったんだよ。さあここからはメイちゃんもマインクラフトのキャラみたいな形になってイギリスのアイデアの歴史を振り返ることになります。1830年にイギリスの蒸気機関車、イギリスの日本の世界のファッショントレンドを生み出しているよ。それではもう少々お待ちください。その靴いいですね。私は靴を履けませんが、まもなく開始です。皆さんよろしいですか？
ピックス君のこのキャラ憎めなくて好きですね。ここではイギリスの地方を回りながらそこで生み出されたアイデアを見ていき、そしてこのアイデアが出てきた時にボタンを押すと得点になるというシステムになっています。ナイちゃん、ビックスだ。どんなアイデアって思いがけない時に湧くんだよ。さあ乗ってゲームで遊ぼう。これからメイちゃんと私は日本からイギリスに行っていろんな場所を訪れ、そこで生まれた6つのアイデアに変身するよ。何かに変身した時にボタンを押すと積み木が増えて得点になるよ。得点は最後にユニオンジャックの形で表示されます。そして締めくくりは未来に続くイギリスのアイデア。共に未来を作りましょう。お土産はこんな感じでした。パディントンのぬいぐるみやグルミットのぬいぐるみ、それにトートバッグと、こちらはジャム、それからワインと、これお茶ですね。それからクッキーにティーカップなんかも売ってました。英国間のレストランは行列が、テイクアウトとこの中で食べる人で分かれていて、テイクアウトの方が早めにですね、注文できるようにはなってます。レストランのメニューはこんな感じでした。英国間の感想です。アイデアの積み重ねが未来を作る。イギリスが発展してきた理由、その理由がアイデアが積み重なったいろいろな発明によるものだったということを柔らかく説明しています。内容もそれほど難しくないのですんなり理解ができます。そしてこの内容を説明するナビゲーターのピックスくんがいいキャラなので、飽きない、真面目な話題をですね、うまく飽きないように工夫して説明してくれているのが本当に好感が持てました。これはですね、お子様連れできても本当に楽しめると思います。時刻は午後1時になりました。今はあいにくですね、レジオネラ菌の問題で噴水やってないんですけど、この時はですねまだ噴水も出てました。お昼もねこういう風にして噴水が出てて、この裏でかかっている音楽も青と夜のパレードの音楽の編曲版みたいなやつを使ってるんですよね。さあちょっと遅めのお昼を取ることにします。先ほどのイギリス館で買ったフィッシュ&チップス、これを食べてみたいと思います。めちゃめちゃ揚げたてで美味しかったです。1950円っていう値段はねちょっと高いんですけど、でもボリュームもあって満足でした。めっちゃ揚げたて。フィッシュ&チップスに合うのはビールなんですけど、なんとお酒にワインでコーラ買ったんですけど、間違ってピーチ味買っちゃいました。これも失敗だわ。さあご飯の後は3時の電力館の予約までしばらく時間があるので、その辺をブラブラしてみたいと思います。先日行ったポーランド館のレストランのメニュー、セットで5000円。マントはちょっと出せないな。人気のパビリオンが並ぶこの通りは昼過ぎになるともう大変な行列になります。スイス館なんかはですねもう入場制限がかかるんですよね。こういったところに行かれる方はもうぜひ朝一で行かれた方がいいと思います。ここは先日危険だということで立ち入りができなくなってしまった文明の森です。樹齢が6500年のオーク、ナラの木の化石になりかけているものがこの木だそうです。これちょっとで入れる時に入ってみたかったですね。ここの下にですね音声ガイドが入ってるんですけど、これがまたポンコツなんですよね。一回聞いてみてください。カナダ館の前を通りがかった時にたまたまこの音楽が聞こえてきたんですけど、今演奏しているのがモーガン・トニーという人で、カナダのミクマク族という部族の出の人らしいです。
このミクマク族の音楽とケルトの音楽を融合したものを演奏しているっていう珍しい人なんですね。だからなんかアイルランド間で聴いた音楽に似てるなと思ったらそういうことだったんですね。ミャクミャクハウスの前も通りがかったんですけども、午後2時を過ぎても相変わらずの大行列でした。アメリカ館ではアンドリュー・カサブという人のライブをやってました。ギターが珍しい形してるんですけど、これはハープギターというギターだそうです。こうやって見るパビリオンがなくてもライブが重なっていればうまくライブをはしごしてですね、楽しむってこともできるんですね。ついでにアメリカ館で出しているビールとそれから食事のメニューなんかも取っておきました。スパークバーガーってあるんですね。さあ次は電力館に行きます。この列に並んだ時点でなんか嫌な予感がしたんですけど、ものすごい数の子供がいるんですよね。これはぼっちにとっては辛いのかなと思ったんですけど、後でそれを思い知ることになります。電力館に入るとまず光っている卵を一つもらうことになります。向こうに見えているやつですね。好きな色を選べて、特に色によって何か違いがあるわけではないです。この後体験するイベントでこの卵をかざすということが必要になります。これが僕がチョイスした卵です。首にかけるストラップがついていて、落とさないようになってます。私たちはいろいろなものからエネルギーを見つけ、それを使いながら暮らしてきました。生き物たちの住む場所が失われてしまうかもしれません。だから今求められているのが、二酸化炭素を増やすことなくエネルギーを作り利用するカーボンニュートラルです。でもエネルギーの可能性、そう、この電力館のテーマになっているのがカーボンニュートラルをどうやって実現するかっていうことなんですね。結構難しいテーマですけども、これを子供にもわかるような体験で、教えていくっていうパビリオンになっています。エネルギーの可能性がたくさんあります。そして2階に上がると、ここからはですね、大きな広場になっていて、そこに体験できるような機会がたくさんあります。もうここからは自由行動なんで、好きなところに行って好きな体験をするっていうことになります。時間が15分というふうに限られているので、この中で好きな体験を行うっていうことになります。とりあえず目についたこの機械を試してみることにしました。この黄色い枠のところに卵をかざすんですね。この機械は手形のところに自分の手をかざすと温度差で電気が発電されるという仕組みになっています。そして今かざした温度差だとワイヤレスイヤホンが動かせるぐらいの電気が生み出せますよということを教えてくれます。こんな感じでカーボンニュートラルを実現するためのいろいろな発電方法、エネルギーの生み出し方について教えてくれるというのがこのパビリオンです。利用して水と CO2 から電解を作る光合成という能力を持っています。さあ、植物のように夏をしながらものづくりに挑戦してみましょう。それではスタート。太陽光、水、CO2、やったー。植物を手本に太陽光、水、CO2 からプラスチック原料を作り出す研究が行われています。人工光合成の可能性を手に入れた。こんな感じで内容については結構真面目なものが多いです。ただそこに遊びの要素が入っているんで、子供にこのパビリオン大人気っていうわけですね。これは下にある緑色の台をプッシュして空気を圧縮することで熱を生み出すことができますよということを教えてくれてます。
中でも人気だったのがこの足踏みをして発電をしていくゲームだとか、これみんなで協力するやつなんですよね。もう一つ人気だったのがこの核融合の仕組みを学べるゲームです。まあこんな感じでどれを選んでも最終的にはエネルギーをどうやって生み出すかっていうところにテーマがいくようになっています。さすが電力管っていうだけのことはありますよね。地球のさまざまな場所にある自然の力を利用しエネルギーを作り出す可能性、今まで見過ごされてきたエネルギーの可能性を大発見するのは君かもしれませんよ。卵を返した後の部屋にはパネル展示がしてあって、今まで体験したいろいろなエネルギーの生み出し方についての詳しい説明が書いてあります。ここはね、大人が見ても結構勉強になるようなことが書いてあるんで、しっかり知りたい人はここを読むってことでしょうね。そして売店にはミャクミャクくじならぬ卵くじがありました。ただ1回1000円なんでね、ほとんど体験してなかったですね。電力館の感想です。このパビリオンの内容自体は決して子供向けというわけではありません。従来の電力を生み出す方法以外の未来のエネルギーを生み出す方法をいろいろ知ることができます。またその知る方法としていろいろな遊びを要素に入れているので、真面目な内容ではありますけれども、子供と一緒に遊ぶには最適な方法かと思います。逆に子供連れの方がほとんどなので、僕みたいなぼっちが行った時にはちょっとその子たちと一緒に遊ばないといけないってことになるんで、居心地がかなり悪いということにもなります。次はロボット&モビリティステーションであの体験をしたいと思います。そう、この前行った時に体験できなかった宇宙遊泳体験です。この日も結構並んでて、実際にですねこの体験ができるまで約40分かかりました。待ち時間を利用して当日登録の命の証を取ることができました。 VR の映像と連動して、この機械が動いてくれるので結構迫力があるんですよね。でもこの回転することで気持ちが悪くなるとかそんなことは全然なかったです。続いてお隣にあるベトナム館に行ってみたいと思います。入り口を入ってすぐのところ、シンチャオというベトナム語のこんにちはという挨拶が書かれています。そしてこの入って左側のところにお寺みたいなものがありますけども、これは実は水上劇をするための舞台なんですね。毎日ここで、人形劇開催されているんですけど、本当に運がない。月曜日だったんですけど、ちょうど月曜日が休みの日でした。ベトナム館の展示はすごくバランスが取れたもので、国土の紹介に始まってフランスを舞台にして活躍したマイ・チュントゥという画家の絵を現代風にですねアレンジをした作品を展示していたり、ベトナム各地の名産品を展示していたり、水上マーケットの展示があったり、ベトナム各地の観光地の紹介をしていたり、すごく全方面にわたってバランスが取れた展示がされてました。小さなスペースの割にすごく中身が濃かったですね。レストランにはバインミーやベトナムコーヒーなども置いてありました。ただ値段がちょっと高いんですよね。リングの北にあったベトナム料理店の方が安いような気がしますね。売店には水上マーケットでよく見る傘をかぶったおばちゃんがいて、ここまでですねなんかこだわってるのかっていう面白さがありましたね。ぜひですねこれ小さいけどですね面白いんで見に行ってみてください。
続いてはモザンビークのパビリオンを見てみたいと思います。モザンビークってどこって思ったでしょう。ここです。なんだか中に入ると思った通りのアフリカ感があります。そして机の上をよく見てみると、アフリカの南、公用語はポルトガル語って書いてあって、やっぱり同じようなことを聞く人が多いんですよね。そしてすぐに2階に通されて、モザンビークの紹介動画が始まりました。内容はモザンビークの自然を紹介したものでした。このモザンビーク、ポルトガルの植民地支配に苦しみ、1970年代から90年代にかけては内戦で国が荒廃しました。そして今やっと国が発展し始めた時、一番重要なのは若者に対する教育だということがここで訴えられています。この下に見えていた車は廃棄物から作られた車、そしてこの若者が作ったのは自動演奏をする楽器、こういったものが IT 技術などを使って作られて、ここからモザンビークの発展を支えていくんだという意識があるということなんですね。このパビリオンの真ん中にある船っていうのは、もしかするとこういった若者の力から国が発展する原動力になって、今から波をかき分けて進んでいくんだという、そういう意味が込められているのかもしれないですよね。お土産品がまたすごく素朴な品物なんですよね。お値段は結構なお値段するんですけど、なんかもうちょっと安かったらね、買ってみたいなと思うんですけどね。さあ、続いては空飛ぶ車ステーション。予約なしで見れるところだけ見てみたいと思います。中にはドローンが展示してあって、予約がある人はこのドローンの中に入って写真撮影ができるみたいですね。ただこうやって外から眺めるだけでも十分満足できる内容だと思います。そしてこの部屋の奥では JAL が開催している空クルーズの体験ができるようになっています。これは予約が必要です。空クルーズはこの空飛ぶ車を実際に映像と音響、そして振動を使って、イマーシブル、没入型で体験ができるというものだそうです。これはぜひ予約をしてみて体験してみたいですね。そしてドローンについてまた新しい情報が入ってきています。一番今実用化に近いと言われているミッドナイトという機体が、この万博会場のモビリティエクスペリエンス、ちょっと壊れてしまったドローンが飛行していた場所で展示されるということだそうです。来年には UAE で実際に商用運航するかもしれないと言われているんで、これはちょっと見てみたいですよね。バルト間の脈々騒動、5月の19日に行った時はどんどん増えている最中だったんですけど、5月の30日をもって増えた分はお引っ越しということになったようです。さあ、ここで一休みしようと思います。前回紹介した新幹線すごい硬いアイス、これを食べてみることにします。位置はここになります。いつもの味でなんか安心しちゃいました。次は川瀬直美さんプロデュースのシグネチャーパビリオン、命の証に行きます。最初に注意点。このパビリオンは待ち時間と体験を含めて約1時間の時間が必要となりますので、余裕を持った計画をした方がいいです。この建物は見ての通り学校を移築したもので、奈良県吉野郡十津川村折立にあった旧折立中学校と、京都府の福知山市三輪町中出にあった旧細見中学校の中出分校、この2つを移築したものがこのパビリオンになります。そしてこの建物だけではなく、その校庭にあったイチョウまでここに移植されているということだそうです。これはすごいですよね。こ
この移築した校舎もリノベーションされて展示されているわけなんですけども、そのリノベーションの仕方にもこだわりがあるようです。ここはパビリオンに行った時に詳しい説明をしてくれます。このイントロダクションを受ける教室の床なんですけども、床もこだわりがあって、教室で使われていた時のものをそのまま移設されていて、床の板一枚一枚の方向までこだわっているそうです。この教室のことはホワイエと呼ばれていて、ホワイエは劇場まで続く通路またはエントランスのことを指しているようです。これが対話の場として設けられているという意味が込められています。ここがホワイエの一番外側の縁側と呼ばれている場所で、ここに大きなガラスがはめ込んであるんですけど、川瀬直美さん直筆のコメントが書かれています。そしてこのホワイエの隣にあるのがシアター、実際の体験を行う場所になります。中出文庫を3階建てにリノベーションしたものがこの建物です。毎日違うテーマで対話を行います。皆様にはその目撃者となっていただきます。テーマが書かれております。もしお持ちでない方いらっしゃればお近くのスタッフまでお問い合わせください。本日のテーマは、あなたの心のふるさとはどこにありますか？対話が始まるまでの間、ぜひこのテーマについてお考え巡らせながらお過ごしください。この建物に入るときにこの黄色い紙を渡されるんですけども、この黄色い紙の中に当たりがあって、その当たりの人が実際に対話者となるということだそうです。このカードで当たりになった人と、それからシアターで、映像越しに話をする人、この2人が対話をするのを見るというのが、この命の証の体験になります。そしてスクリーンの向こう側にいる人というのは、あらかじめ川瀬さんのオーディションで選ばれた人たちということだそうです。このオーディションの様子を川瀬さんが動画に上げているので、リンクを貼っておきます。こういったものを見た上で実際の体験をすると、またちょっと違った感覚になると思います。実際にどんな対話が行われるかは動画に撮ることができないので、後で感想で述べたいと思います。そして最後にもう一つの塔であるこちらのシアターで校舎の移築の話を見ることができます。こちらのシアターの部分は誰でも予約なしに入ることができるので、ぜひご覧になってみてください。命の証の感想です。この学校の建物自体が先生や生徒たちの思い出、記憶が残されたもの、それ自体が命の証として残っているという意味が込められているんだと思います。そして実際に2人の対話を見ることで、その対話を記憶に残す、そしてそれを誰かに伝えるということで命の証が残る、そういう意味が込められているのがこのシグネチャーパビリオンではないかと思います。対話の内容がどうだったのかということですけれども、実際聞いてみるとほとんど取り留めのない話なんですよね。あまりテーマにも沿ってないような話をしていたようにも感じます。ただそのシアター側、映像の向こう側にいる人がすごく聞き上手なので、うまくそのこちら側にいる人の気持ちですとか感情をですね、うまく引き出してくれているということがよく分かりました。これはやはり川瀬さんのオーディションで選ばれただけのことはあると思います。このパビリオン自体は人によって感じるものが全く違うと思うので、なかなか評価が分かれるところではないかと思います。マントがこの体験の直後で感じたのは、俺は一体何を見たんだろうっていうような気分でした。これはですね、対話の内容にもよるし、その時の出た人にもよるんでしょうね、きっと。さっきのシグネチャーパビリオンの隣の静けさの森近づいてみると、虫の声が聞こえてるんですよね。これは本物なのかな。静けさの森の中央にある池のところまで来ると、今度はカエルの鳴き声まで聞こえてます。これ本当だったらすごいな。なんかもう生態系が出来上がってるのかもしれないですよね。
この時はまだレジオネラ菌騒動の前だったんで、毎日青と夜の虹のパレード2回行われていたんですけども、今度いつこれが復活するんですかね。復活できればいいんですけどね。今日最後のパビリオンはチェコ館です。チェコ館の特徴といえば、まずボヘミアンガラス。この独特の建物のフォルムとともに前面に貼られたボヘミアンガラスがすごく印象を引きますよね。1970年の大阪万博の時のパビリオンもこのボヘミアンガラスが使われていたそうです。でそのボヘミアンガラスから作られた植物の作品の意味は、自然はガラスのように壊れやすいので、私たちはそれを大切にしなければなりません。さあここからですね、250メートルにわたってぐるぐると螺旋の回廊が続きます。そしてこの回廊の壁に絵巻物のようにずっと絵が描かれているんですけれども、この絵を描いたのがチェコの画家ヤクブ・マトゥシュカという方だそうです。この絵にはテーマがあって、アルフォンス・ミュシャ、チェコ語ではムハと呼ぶらしいんですけれども、そのミュシャが最後に手掛けようとした3つの時代という作品、この未完の作品をテーマにして書かれているそうです。この3つの時代ですが、愛の時代、そして理性の時代、H の時代という3つの時代がテーマになっているそうです。そしてこの愛の時代は情が深いけれども、その情に流されて無批判になってしまうという欠点があります。理性の時代は知識や論理を重んじることによって人類の進歩の手がかりになるんですが、人類がおごり高ぶることによって環境を破壊したり戦争が起こったりしてしまうという欠点があります。 H は人間が地球の一部であることを理解して、この愛と理性の間を取って人類の進歩を促すという考えだそうです。このテーマに沿って、絵が描かれているわけなんですけども、なかなかですね難しいですね。どれがどのテーマに当たっているのかというのはちょっと見てもわからないです。ただこういった絵解きをしながらですね、一つ一つ見ていくというのも面白いと思います。ただですね、ぐるぐる回っているだけでは気づかないことも、じっくり見るとわかることもあると思います。そしてさっきから見えているこのガラス細工なんですが、よく見てみるとこの涙型のオブジェのですね中に植物の形が模されたものが入っているんですね。しかもこの植物一つ一つ違っていて、2つと同じものがないそうです。この壁画の中の人物に体に丸いものが入っている人がいるんですけれども、この人ですね、この丸いものは先祖から受け継いできた何かで、その何かの解釈は見る人によって分かれる、それを任せるということだそうです。結構この壁画の登場人物の中にこの丸いのが入っている人がいます。僕的にこの壁画の中で気になったのがこの部分ですね。これは何でしょうね。タコ？そしてこの人は神様？向こうにはバスケットゴールがありますよね。これは何でしょう。戦争でしょうか。焼けただれた人と子供、これもなんかの暗喩ですよね。今ここに書かれているのは大谷翔平選手だそうです。この周りにはですね、横山市長ですとか、吉村知事、それから石破総理なんかの落書きもあります。落書きって言っていいのかな。回廊の上にはこういったガラス細工が時々展示されています。これは桜の木ですかね。人型にも見えるな。ちょっと行ったところには大きなバラのつぼみのガラス細工もあります。この人たちが愛で、一つ間を空けて上に脳みそが乗ってるみたいなの、これが理性なんですかね。なんかそんな感じがしますよね。そしてこのチェコ館の見どころの一つがこのブロンズ像。これはミュシャの彫刻で、
岩に座るラフという彫刻だそうです。そしてもう一つが1960年に作られたレネー・ロビチェックのこの作品です。そう、これは今バズっているレネーの元になった作品なんですね。レネー・ロビチェックさんは1970年の大阪万博のチェコ館にもガラス彫刻を提供されています。もう一つ気になった絵がこれでした。この人は泣いているのか。で、この人はクワみたいなものを持って、その下に枯れた人参みたいなのがあるんですよね。横にはユニコーンがいるんですけど、ユニコーンの下で這いつくばっている男の人、悲しそうな顔してます。ユニコーンって希望とか成功とか、そういったポジティブなことの象徴だと思うんですけど、このユニコーンは痩せこけていて、その上にしがみついている人もいるんですよね。これは一体何を象徴してるんでしょうね。すごくこういうのを解釈するのは面白いですよね。で、先ほどの壁画の少し行ったところに 3D プリンターが2台置いてあって、1台が今バズっているレネちゃんのフィギュアをずっと作っています。で、もう1台の方で折り鶴をずっと作ってるんですが、折り鶴は多分日本の象徴か平和の象徴っていう意味ですよね。何かこれもずっと意味があるんだと思います。継続しているってことが何か意味があるんじゃないでしょうかね。そして出口を出た屋上のところにはレストランとちょっとしたバーみたいなものがあります。ここでピルスナービールを飲むこともできます。最後の出口の階段はこのホップの写真の通りピルスナービール推しの出口となっておりました。で、このピルスナービールなんですけど、実はチェコ館に入らなくても入り口、誰でも来れるところでですね、このバーカウンターみたいなのがあって注文できるようになっています。ということで僕もですね、ピルスナービールを1杯いただきました。すごく飲みやすかったですよ。そして入り口のところにも大きなこのガラスの木が展示されています。実際に触ってみることもできるんですよね。改めてこの建物を眺めてみるとすごい建物ですよね。上に上に螺旋を描いて大きくなる、まさに人間の進歩っていうのを象徴しているのかもしれません。チェコ館の感想です。1970年の大阪万博ではチェコスロバキア館として開館していたこのチェコ館、同じようにボヘミアンガラスを使い、同じようにレネの作品を展示するというこのオマージュが面白いですよね。そしてチェコ出身のミュシャの未完の作品3つの時代をテーマとして描かれている250メートルの壁画、この壁画も見る人によっていろいろな解釈ができるので、いろいろ言いながらこうやって見ていくのは楽しいですよね。僕は CG とか大きなディスプレイで何かを表示されるよりも、こういったなんかよくわからない芸術作品を見せられている方が好きなんで、すごく好感が持てたパビリオンでした。そして最後のピルスナービール、いろいろな注ぎ方があるみたいなんで、今度違う方法でまた試してみたいですね。さあ、最後はドローンショーを大屋根リングの上から見てみたいと思います。
ご来場いただきありがとうございます。21平常時に東西の両ゲートがさあ今日も一日が終わりました。今日は西ゲートから帰ろうと思います。でこの動画見ていただいて、もし気に入っていただけましたらチャンネル登録やグッドボタンなどお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。